この本を読むだけであなたのビジネスが劇的に変わります。スタートアップや新しい事業を始めたいと思った時、どこから手をつければいいのかわからない、成長するために何が必要なのか見えないといった悩みを抱える人は多いのではないでしょうか。ベンチャーの作法はそんな迷いを解決し、ビジネスを軌道に乗せるための実践的なガイドです。著者の高野秀俊さんは多くのスタートアップを成功へと導いてきたプロフェッショナル。その豊富な知識と経験が詰まった一冊です。この動画ではそんな本の要点を3つに絞り、具体例とともに分かりやすく解説します。また特に心に残ったエピソードや日常での活用法についてもお伝えします。ベンチャーの作法を読むことで得られるメリットを私の感想も交えながらご紹介します。本の重要な3つのポイント。ポイント1、成功するためのチーム作りの重要性。スタートアップが成功するかどうかはアイデアだけでなく、誰とどう実現するかに大きく依存します。ベンチャーの作法では特に初期メンバーの選び方や組織文化の構築に重点を置いています。著者の高野秀俊さんは初期のメンバー選びはビジネスの土台そのものと語り、スタートアップが抱えるチーム形成のリスクを具体的に解説しています。例えば単にスキルが高い人を集めるだけでは不十分で、価値観の共有や互いに補完し合えるスキルセットを持った人材が必要だと指摘します。またコミュニケーションの透明性やメンバー同士が安心して意見を出し合える環境を作ることの重要性も強調しています。これによりチーム全体が目的に向かって一体感を持てるようになります。私自身もチームビルディングに悩んだ経験がありますが、本書を読んで初期メンバー選びの重要性を再認識しました。また信頼関係がチームの成長に不可欠だという点は特に心に響きました。この考え方を実践すればより強固なチームを作れると感じました。ポイント2、市場理解とプロダクト市場適合の追求。スタートアップが成功する鍵の一つは製品やサービスが顧客の真のニーズに適しているかどうかです。ベンチャーの作法ではこれをプロダクト市場適合、プロダクトマーケットフィットと呼び、その達成が事業成功の必須条件であると述べています。本書ではプロダクト市場適合を達成するためのアプローチとして徹底した市場調査と顧客との対話の重要性が強調されています。単に顧客が欲しいと言っているものを作るのではなく、その背景にある課題や本質的なニーズを掘り下げるべきだと述べられています。例えば既存のアンケートやインタビューだけに頼らず、プロトタイプを迅速に作り、顧客から直接フィードバックを得る手法が推奨されています。私も過去に市場を深く理解せずに製品を作った経験がありますが、顧客のニーズとずれてしまい失敗しました。本書を読んで市場理解とフィードバックを活用するプロセスの重要性を改めて痛感しました。この方法はスタートアップだけでなく既存事業の改善にも活用できると感じました。ポイント3、成長を加速させる資金調達とネットワークの活用。スタートアップの成長には資金が不可欠です。しかし適切なタイミングと方法で資金調達を行わなければ逆に成長を阻害する可能性があります。ベンチャーの作法では資金調達を単なるお金を得る手段ではなく、成長を加速させる戦略の一環として捉えるべきだと提案しています。著者の高野秀俊さんは
投資家との信頼関係の構築が最も重要な要素だと述べています。そのためには事業計画を明確に示し、収益モデルの実現性を具体的なデータで裏付けることが必要です。また、調達額の目標設定や使途を明確にすることで、投資家の納得を得られるとしています。さらに、投資家は資金提供者としてだけでなく、事業の成長を支えるパートナーとしての役割も果たせるといいます。ネットワークの活用も本書で強調されているポイントです。同業界の成功者や専門家とのつながりを築くことで、貴重なアドバイスや情報、さらには人的リソースを得られる機会が増えます。こうしたネットワークは、事業の持続的な成長を支える土台となります。投稿者の感想。資金調達について漠然としたイメージしか持っていなかった私にとって、この部分は大変参考になりました。資金だけでなく、投資家をどう巻き込むかを考える視点は新鮮で、今後の計画に生かしていきたいと思います。実践的な応用方法。ベンチャーの作法、データ知識は日常のビジネスシーンでどのように活用できるのでしょうか。本書にはスタートアップだけでなく、すべてのビジネスパーソンが参考にできる実践的なアドバイスが詰まっています。1、チームビルディングの応用。本書が強調する初期メンバーの選び方は、日常業務のプロジェクトチーム作りにも応用できます。例えば、重要なプロジェクトを進める際、単にスキルだけでなく価値観や目標が一致するメンバーを選ぶことが成果を左右します。また、信頼を育むためのオープンなコミュニケーション環境の構築は、どの職場でも効果を発揮します。2、顧客の声を生かした意思決定。市場調査の手法もビジネスにすぐに取り入れることができます。特に、顧客インタビューやアンケートから得たデータをサービスの改善や新製品の開発に活用することは、事業の成功率を高める鍵となります。既存のプロジェクトにおいても、顧客のフィードバックをもとに柔軟に方針を修正することで、より良い結果を得られるでしょう。3、資金調達とネットワークの活用。スタートアップではなくとも、資金やリソースを効率的に確保するためにネットワークを広げることは重要です。本書を参考に業界の専門家や成功者と積極的に交流を持つことでアドバイスや情報を得るチャンスが広がります。特に事業の転換点や困難に直面した時に役立つリソースとなります。投稿者の感想。実際に本書のアドバイスをいくつか実践してみましたが、最も効果を感じたのは顧客の声を意思決定に生かすことでした。特にフィードバックを迅速に反映することで顧客満足度が大きく向上した経験があります。具体的な方法論が書かれているので、初心者でもすぐに取り入れやすいと感じました。総評。ベンチャーの作法は、これから企業を考えている人はもちろん、すでにビジネスを始めている人、さらには組織運営に悩んでいる人にもおすすめの一冊です。著者の高野秀俊さんが提供する知見は、単なる理論ではなく、実際の現場で培われた実践的なノウハウが満載です。特に、チーム作り、市場理解、資金調達といったスタートアップの核心をついた内容は、どれも具体的で再現性の高いアドバイスばかりです。本書を通じて学べるのは、成功するためのマインドセットと具体的な手法の両方です。失敗を恐れず、常に変化に対応する柔軟な姿勢や、ピボットを恐れない行動力は、あらゆるビジネスシーンにおいても役立つでしょう。私自身、本書を読んでから、チーム運営や顧客対応の方法を改めて見直しました。
具体的な成功例や失敗例をもとに解説されているため、非常にわかりやすく、すぐに実践に移せる内容が多いと感じました。この本は特に成長を止めたくないと考えている人に強くお勧めしたい一冊です。完璧な内容ではあるものの、初心者にとっては若干専門用語が多いと感じる部分もあるため、若干の予備知識があるとより理解しやすいでしょう。それを考慮しても読む価値は十分にあります。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回ご紹介したベンチャーの作法は、これからビジネスに挑戦する方はもちろん、成長を目指す企業にとっても心強い一冊です。チーム作り、顧客理解、資金調達など、成功するための具体的なステップが分かりやすく解説されています。もしこの本に興味を持たれたら、ぜひ手に取ってみてください。そして、感想や気づいたことをコメント欄で教えていただければ嬉しいです。さらに、チャンネル登録をしていただくと、次回以降も役立つ本の紹介やビジネスのヒントをお届けします。ベンチャーの作法があなたのビジネスを次のステージへと導く一助となることを願っています。それでは次回の動画でお会いしましょう。